焼き上がりました。ちょっと焼き加減を見ます。ちょっと失敗した。ちょっとショック。この間うまくできたのに、ほら均等にならなかった。見える？ほら、なんかスキー場みたい。とりあえずちょっと見えないけど、こっち側がちょっと高くなっちゃった。じゃあ熱いうちにケーキを冷やすようなところに乗せて、でこの横だけこうやって紙を取ります。ちょっと厚さがこっちが薄くてこっちが熱くなっちゃったけど、まあはい。では続いては生クリームを泡立てていきます。じゃあ今日必要な生クリームは 230ml です。まあちょっとこれより少なめの生クリームを用意していきます。なんかちょっと足りないかなぐらいだけど、この間ちょっとねクリームが多すぎたので、これぐらいでちょうどいいかなと思います。これも本当はグラニュー糖がいいんですが、お砂糖 20g を今から生クリームと混ぜていきます。忘れる前に、今冷やしてあるこのスポンジの方は横側の紙を剥がしてから、このスポンジが乾かないようにラップをしてあります。この生クリームの一部は飾り用、そしてもう一部は中に詰めるようです。だいぶ泡立ちました。これぐらいにします。はい。それではこれがだいぶ冷めたので、今からくるくるしていきます。じゃあまずはこの生地をこのクッキングペーパーから剥がします。まずひっくり返してゆっくりゆっくり。めっちゃひっついちゃった。ほら、あら、残念。どうかな、どっちが綺麗かな。まあでもこれ綺麗っちゃ綺麗か。ここからこっちに向かって巻きたいので、この先っぽを斜めに、こうじゃないよ、縦じゃなくて斜めにして切り落とします。この余ったパンは自分で後で食べます。お菓子代わりにね。このりんごの煮汁みたいなシロップをブラシにつけて、やばい、ちょっと時間が経ちすぎて固まってるので、ちょっと温めてきます。はい。温めてきたらだいぶ溶けたので、これを使います。じゃあこれをヘラにつけて、はい、塗っていきます。これをね、お菓子業界だとシロップを打つっていうらしいです。だけど一般の人はそんな言葉知らないから、私もね習いに行くまで知らなかったから、大体はこれ塗ると言います。少しね水を足しました。水を足すべきだったね、最初から。ではさっき泡立てたクリームをのせます。生クリームをこれで均等に伸ばして、ここ先っぽにクリーム塗っちゃうと回した時にギュッてなっちゃうので、こう少しだけ残しました。そして一番最初に煮たりんごちゃんをまずここに乗せていきます。でも全部乗せないで一部残しておいて、それはデコレーションにします。この巻いた後に上に乗せるようです。はい。では乗せ終わりました。じゃあこのクッキングペーパーの端っこを持って、はい、こう持ち上げて丸めていきます。これがねむずい。こんな感じ、お寿司の巻きみたいな感じ。ここを引っ張ってこの押して、どうだ、いけたかな。クリーム少ないか。はい。ではいろいろ失敗しましたが、一応完成です。本当はこの生地を焼くちょっと前に、その紅茶の葉っぱと、あとは小麦粉を入れて、その後に牛乳 15cc とサラダ油 30cc を入れてからこれを焼かなきゃいけなかったんだけど、それをすっぽかしちゃって、多分そのせいですごいベタベタしてます。生クリームとかね、味は美味しい。まあでも私のチャンネルは料理チャンネルじゃなくて日本語チャンネルなので許してね。
新しいことを学んだという時は LIKE ボタンで教えてください。そして私はプライベートの日本語のレッスンをしているので、よかったらこの概要欄から私をiTalkiで見つけてレッスンの予約をしてくださいね。それでは次のビデオでお会いしましょう。ではまたね。ハッピージャパニーズラーニング。